これがねどう考えてもねシンギュラリティ問題のアニメなんですよ。ですが日本人にはその SF 作家兼数学者が提唱する20年も前にもうみんな気づかされていたっていう。なるほど。はい。まあ私は小学生だったんでアニメをね見たんですが、まあ、お父さんお母さん見てたかどうかわかんないんで全員には刻まれたかどうかわかんないんですけども、そういうアニメがありまして、ちょっとここからお話をしたいと思います。皆さんこんにちは。宮崎智美の考えるラジオの始まりです。今日は先日お話ししました AI のシンギュラリティ問題についてちょっと哲学的に捉えてみたいと思います。こんにちは。 MC の山崎純一郎でございます。この番組は秋葉原第一スタジオからお届けしています。宮崎さん、はい、シンギュラリティの問題は、はい、哲学的にですか？はい、ちょっと先日お話ししましたところ反響がありまして怖いなということだったんですけども、ちょっと科学技術的なところだけではなくてですね、はい、人間のなんか心とかですね、はい、そういったところにも関係するものだと考えた方がいいかなと思いましてですね、ちょっとその哲学的な、はい、まあ哲学ちょっと大冗談に振りかぶりましたけども、はい、一つアニメの話をしたいと思います。アニメ？はい、シンギュラリティ問題前回お話した時はですね、1993年に数学者兼 SF 作家の方がですねバーナー・ビンジさんが、提唱した警告したっていうふうなことを話しましたけど、私の心にシンギュラリティ問題が刻まれたのはですね、1973年なんですよ。そんな昔？20年も前に。おいくつ？小学校3年生。もうその時にすでにシンギュラリティ問題を考えていた。いや考えさせられた。それは一つのアニメ。アニメ。はい。タツノコプロっていうところが制作したアニメですけどね、フジテレビ系列でやってたんですけども、心臓人間キャシャン。これがねどう考えてもねシンギュラリティ問題のアニメなんですよ。ですが日本人にはその SF 作家兼数学者が提唱する20年も前にもうみんな気づかされていたっていう。なるほど。はい。まあ私は小学生だったんでアニメをね見たんですが、まあ、お父さんお母さん見てたかどうか分かんないんで全員には刻まれたかどうか分かんないんですけども、そういうアニメがありまして、ちょっとここからお話をしたいと思います。じゃあまずどんなそういうストーリーなのか、内容なのかっていうのをね、心臓人間キャシャンっていうのはですね、心臓って新しく作る製造業の像ですね、心臓人間キャシャンっていうのはですね、博士がいて、ロボット博士東光太郎っていうロボット博士がいて、その人はロボットを作るんですね。で1973年っていうのは日本列島どんな問題が起きてたかっていうと、四大公害病っていわゆる公害問題が社会問題になってた。でこの東博士はですね公害を処理するロボットっていうのを作ったんですよ。はい、日本からその公害をやっつけろっていうことで。時代背景ね、社会派のアニメですね。そういう意味でまあ、人間のためになるロボットを作ったんですけども、ある日そのロボットが雷に打たれてですね、ちょっと暴走を始めてですね。雷に打たれてってすごいですね。ちょっと科学技術的なところこうあまりこうねきっかけとしてはね、そんなに難しいきっかけじゃないんですけども、でもちょっと分かりやすいっちゃ分かりやすいまあ子供にね分かりやすいという、でロボットにまあスイッチが入っちゃったんですね。でロボットですから、その今でいう AI 人工知能で考えてですね、公害を処理しろっていうふうに東博士から命令されてるんですね。で人間の言うことを聞けとも命令されてるんですけども、よくよく自分で考えてみたら、自分でっていうのはロボットですよ、考えてみたら
公害っていうのは人間が出してるじゃないかと、作ってる、はいはいはい、排出ガス、はい、排ガスとかですね、はい、汚水とか、はいね垂れ流してるのは人間だと、人間を排除したら公害を片付けるのに一番効率的じゃないかと。公害出してる元を立たなきゃダメっていうことですからね。当時効率的ですね。当時流行った CM でありましたけども、はい、トイレの CM、芳香剤かなんかの CM ですね。はい、はい、でそういうことで人間を攻撃しようというふうに決めて、で自分の手下をロボットをいっぱい作り始めた。これ前回お話したシンギュラリティの複製ですよ、ね、はい、仲間を増やして、はい、で、人間を攻撃し始めたって、そういう物語、アニメです、はい、でその時その東博士はどう対応したかっていうと、世間の批判を受けるんですけども、自分の息子の東哲也を心臓人間キャシャンにして、その悪の、ロボットたちをやっつけていくと、ブライキングボスたちをやっつけていくと、そういうアニメです。ですから AI が暴走して人間を攻撃してきた、それに対して、それをやっつけるためにそれを超えるロボット AI ロボットを、自分の息子を改造して作って対応したっていう、まさにこの間のシンギュラリティの話、そのものズバリですね。だからこの間ね対応策がないって言ってたんですが、この1973年ですから何年前なんですかね、43年前53年前53年前ですよ。53年前はそういうふうに対応しようとしたっていうことです。なるほど、はいだからですから私なんか子供心にその人工知能の暴走っていうのはアニメの世界ですけどね、アニメの中の世界ですけど、そういうこと怖いなっていうふうに思った次第なんですね、でも実際なんか世の中がそれで騒然となってきたっていうのが今の話ですね。ですよね、どうしましょうってどうしましょうだってまさかね東博士に来てもらうわけにいかないですしね。いやその対応方法が正しいのかどうかもちょっとあれですけどね。それをその悪いロボットを超えるロボットをまた作るっていうのはどうかな、またその悪いロボットを懲らしめるロボットを超えるロボットが悪いロボットがだからそこまたいたちごっことかっていうことになっちゃいますよね。前回お話したそのシンギュラリティの制御上の問題で考えると、やっぱり今回も目的の設定が甘かったっていうか、誤設定といいますかね、公害を処理しろというその目的を達するがために考えたのは人間排除ですからね、普通そんな考えないだろうと人間は勝手に思うんですけども、やっぱり目的のところの誤設定というところですね。だから手段が暴走していったということですね。だからいわゆる上位原則をちゃんと組み込んでいなかったっていう問題っていうふうに今だとなんか考えるらしいですね。上位原則っていうんですか。だから目的、その上に人間だと理性とかでコントロールしてる部分っていうのをちゃんと指示しておかない。でも人間攻撃しちゃダメですよっていうんですかね。今ねオープンチャットとかねチャット GPT ですか、使う時でもいろいろ指示しないとうまくやってくれないじゃないですか。そうですね、細かく指示出しますもんね。もう人間と対面で人間に物事を依頼するんだったらもうはしょっていい話でも言っとかないとダメっていう、ですよね。はい、だいぶ気づいてきましたけどね、この辺が弱いとか、それ使う側が使う、ここ何度言ってもなかなかうまくいかないとかね、そういうとこ細かくこう指示したらうまくやってくれるみたいな、あるじゃないですか。そういうだから究極の目的だけじゃなくて
まあ、条件をいろいろ言うとかで、この場合は上位より人間でいうところの理性的なところというところをちゃんと、コントロールしないとダメ、それができてなかったから暴走したという落とし込みになるかと思いますね。でもそのキャシャーンに出てくる悪いロボットっていうのは自我を持っちゃったんじゃないですか。悪意ね。悪意か。だからシンギュラリティの、SF 上の最後の到達点まで到達しちゃってるってことですね。人間に敵とか、意があったか分からない。で敵とみなすのが、悪意じゃなくて人間これも目的の延長線上なんですよね。公害をなくすという、そうです正当化されちゃっても困るんですけども、人間側からしたら。そう、いや実は今日この話をするっていうんで、その YouTube でキャシャーの第一夜をちらっと見たわけですよ。公式のね YouTube ありますからね。タズトコプロのね、ありますからね。それを見てると明らかに自我を持ってるんですよね。ロボット側でしょ。悪いロボットが。ブライキンボスの方。そうです。なんでそこはなんかちょっと違うのかなみたいな。その部分はだって今のそこまではいかないんじゃないかっていかないんじゃないかっていう気はするわけですよ。目的いやただね1993年の提唱者はそこまで視野に入ってるんですよ。そこってですね、暴走の範囲の中には増殖までして、あるいは監視装置を断ち切って、自分たちで増殖していってっていうところまで、SF の世界で語ってるわけですよね。それを日本のアニメは20年前に描いていたということですね。今だからそこまでいくかどうか心配はしてますけど、そこまでいくかどうかはまだ分かりませんよ、そこはね。そこをねむやみに恐れてもあれな部分はありますけど、いやもっと深刻かもしれないっていうのですから今の考え方でいうと、いわゆる目標の設定の誤りとかね、あるいはその防御用 AI の作り方とかね、そういったものを考えさせられるアニメだったかなということですね。どうなんでしょうね、自分の息子をロボットにして責任感なのかあれなんですか。ちょっとそこからして間違ってる気がしますけどね、でただね自分の息子をロボットにしたら、ちょっとすいませんねアニメの話なんで自分の息子をロボットにするんですけどね、人間の心を持たせてロボットにするんですよ。ここが日本のアニメっぽいですね。確かにそれはよく言われますよね。鉄腕アトムなんかにしてもそうだし、あと特撮のゴジラにしてもそうだし、ヒューマニズムっていうかね、日本のその辺の特撮映画アニメっていうのは必ずその人間の心っていうかね、そこを訴えかけてくる作品がずらっと並んでましたね、当時はね。だからそういうものを見て育った日本人っていうのはどちらかというとロボットっていうのに対してそんな悪いイメージはないっていうようなことは言われますよね。でちょっとこれは私の問題提起なんですけどね、で世界中でこのシンギュラリティ問題、心配というか対策とかね考えなきゃっていう話なんですけど、各国でそのシンギュラリティの恐れ方が違うんじゃないかというふうに最近ちょっと思う。恐れ方が違う。だからその刷り込まれるものが違うんで、でちょっと調べてみたんですよ。で私、日本で1973年刷り込まれたのはさっきの心臓人間キャシャンでしょ。アメリカはどんなもので刷り込まれたと思います？アメリカってAI 関係ロボットっていうかロボットこれねちょっと近いとこから言うと1984年のターミネーター。ターミネータ
やっぱりこれだと思うんですね。シュワちゃんのやつですね。シュワちゃん、はい、これやっぱり軍事なんですね。確かに。軍事 AI のスカイネットっていうのがこう自我を持ってしまうっていう、ですよね。やっぱりこれ自我持ってるんですよ。自我持ってるんですよね。これ84年ですから、そのシンギュラリティ提唱者よりもこれもね9年早いんですよね。映画の方が早いですね。でもうちょっと遡ると2001年宇宙の旅っていう、春9000っていうんですかね。9000っていうんですかね。そうですね。はい、これは1968年ですね。はい、だからアメリカ人のそのロボットとか人工知能 AI に対する恐れ方っていうのは多分この辺がね、人間に敵対するもの、人間にもしかしたら害を加えるものとして、でしかもその、軍事のところでね、日本さっきの心臓人間華奢はね、その公害問題という人間が起こした問題をっていうところが入ってるんですけど、割とターミネーターなんかはこう軍事のシステムがこう暴走して自我を持ってっていう、いきなりストレートにきますからね。だからそういう多分心の持ちようですから一人一人違うかもしれませんけど、なんかアメリカはなんかそんな感じで恐れてるんじゃないかなと、ちょっと違うんじゃないかと。ちょっと昔の話を思い出したんですけども、その以前 IBM のワトソンですね、あれちょっと取材したことがあって、その時に急に90年代のじゃない、もうちょっと後だ、2000年中頃かな、ちょうど要するにあれですよ、 AI が話題になった頃、人工知能が急にこう発達して話題になり始めた頃に取材したんですけども、その時まだ IBM は AI っていう言葉使うなって言われたんですよ、記事書く時に、使うな、要するにイメージ悪い。だ我々は AI って言葉使ってません。コグニティブコンピューティングっていう聞いたことあります、言い方をしてるんだって、で記事とかチェックされちゃったんだけども、いや別にその中でこういうふうにそうちゃんとイメージ悪いから IBM ではコグニティブコンピューティングっていう言い方してるっていうのをちゃんと書けば、タイトルに AI で使っても問題ないでしょって言って納得してもらったわ。そのタイトルには AI って言葉を使ったんですけども、それぐらいなんか当時は神経質になってた。なるほど。で今はなんか普通に AI って使ってるみたいですけどね。そうですか。IBM ワトソンの頃は違ったってことですね。ちょうどワトソンが出始めて、なんかクイズ番組かなんかでワトソンが優勝したっていうことが話題になった。あの時確か2010年11年とか2000年代10年代の早い時期だったんですけども、その時はやっぱりそのクイズ番組で優勝した時も AI っていう言葉は一切使ってなかった。なるほど。やっぱそれだけやっぱアメリカ人の中には浸透してたんですか、そういう敵対するそういうものになりかねないっていう、それは企業のイメージまで考えてたってことですね。ですよね。でちょっと他の国もちょっと、いろいろ考察したんですが、イギリスはですね、これ人工知能とかロボットではないんですけどね、フランケンシュタイン、いわゆる怪物というふうに言われてますけど、これの、フランケンシュタインコンプレックスというのがこの AI のシンギュラリティ研究の中で盛んになんか論じられてるんですね。フランケンシュタイン、だから人間の創造物がこう人間に対してという意味で一緒だと、ロボットじゃないですけどね、フランケンシュタインは。ですからある意味ちょっと日本の先の東博士的な、創造物、創造者責任というかね、そういったことは盛んにイギリスは論じられているようですね。であとチェコ、あれですね、チャペック、実はロボットっていうのはチェコ生まれなんですよ。チェコ生まれというかロボットという言葉がこのチャペックさんがね、ですよね。カレル・チャペックさん、ですからチェコなんかでもこの、ロボットに対するこう恐れっていうかね、もうその
ロボットという言葉で出てきた時チャペックさんが表現したものっていうのはどちらかというと人類滅亡なんですけどもこうなんか、やはり人間に置き換わっていってというそういう、ことから人間は不要と判断されて滅亡へ追い込んでいくのがロボットだみたいなそういう描き方ですかね。だからロボット三原則みたいなもんね。そうですそうです。確かね、提唱しましたよね。チャペックさん。だからチェコなんかはそういう捉え方ですね。すごい余談言っていいですか。どうぞどうぞ。チャペックさんってダーシャっていうね、犬を飼ってて、それがちゃんと本になってるんですよね。まあエッセイみたいな。そのダーシャっていうのはねフォックステリアという犬種で、私昔ワイヤーフォックステリアっていうのを飼ってたんでね、その本一生懸命読みました。そうですか。犬への愛情なんかもそうですそうです。ある方ですね。ちなみに東博士は犬をロボットにしてますからね。なるほど。犬も息子だけじゃなくて犬はね死んじゃったんですね。ロボットとロボット退治しようとして死んでからロボットになって生まれ変わって、一緒に戦うという、で気になる国はやっぱり中国。中国はですね割とこう近いところで爆発的に売れた小説があるんですよね。三体。ネットフリックスで見ましたね。これはね、やっぱり中国らしいとこなんですかね。このデジタル化とか監視社会とか、国家主導の AI 開発とかそういったところ、やっぱりねこれ前回お話したねAI シンギュラリティの問題で起きたら怖いなっていう国家間競争、このあたりね割と3体はついてるんですよね。だから競争して暴走してほしくないところですからね。ですよね。でもそういった意識は多分ものすごく持ってると思います。ベストセラーですから。ですよね。トゥキディデスの罠になっちゃいますね。ここでやっぱり国家間競争のこうブースターがつくとちょっとね大変だと思いますね。でお隣韓国これはやっぱりねアルファ5これだと思いますね。ちょっと私なりに調べてみたんですけども、なんか各国この恐れる畏敬の念を持つといったらちょっとあれですけど恐れる、あるいは心配するっていうところは違ってるのかなと。そうなると国際的なこのレギュレーションっていうか、あるいは AI 究極によってこういうのをやめようという社会学者なんかは言ってますからね。そのロジックっていうのをどう作り上げていくのかとか、ちょっとアプローチは変わってくると思うんですね。だから非常に国際協調といっても難しくて、何度も繰り返しますその国家間競争で軍事とかにも結びつき始めると核兵器と同じように止めるという国際的な協調っていうの声っていうのはかき消されやすくなりますよね。難しいっていうのはそれぞれの民族というか国がの民たちが持っている AI とかロボットに対するイメージが異なることによって、そこで共通の何か対策であったりとか、シンギュラル得意点を防止するようなものを見つけるのはどうしても難しくなるってことですか。であるいは究極にやめようという時の論議っていうのがうまくできないんじゃないかな。恐れてるものも違いますからね。そうですね。でさらにもう軍事とかそういう話になってくると、なんか国の目標としてもうそんな議論とかの上にそれがのし上がっちゃって、軍事で必要なんだからやるんだっていう話になってくると、核兵器と同じような形になってしまうんじゃないかと思うんですね。そこはちょっと本当各国といいますかリーダー
たちが話し合えるかどうかですね。共通の基盤っていうのをちょっと見出すのは難しい、もはやその軍事とかね、使われてますからね。まあ、はい、まあアメリカなんかはねそういうこと言われてますからね、はい、それってやっぱりアメリカ人の中にそういう春とか何でしたっけ、はい、ターミネーターとかみたいな、そういうなんか意識があるから逆に自分たちで早く軍事で使っちゃわないとみたいなのあるのかな、そうね、先手取らないとっていう、ですよね。でね、中国で3体とかって言われるとですよね、ちょっとその自分の息子をロボットにするにあたっては人間の心入れなきゃとかそういう話とちょっと違うでしょ。ですよね。自分の息子をロボットにするって発想はなかなか向こうの人も思わないのかな思わないでしょうね。はい、いやですから、私も20年ぐらい前かな、日本ロボット産業ね割と世界でもトップランナーだったんですよね。その時介護ロボットっていうのはものすごくね、認知症の方のそのペット型のアザラシの形をしたロボットとかね、そういういわゆる人間らしいとか人間性のところの近くのロボット開発が目立ってたんですね、日本のロボットっていうのは。で割と人間型で二足歩行を頑張ってやろうとしたり、で当時そのアメリカ、今は違うと思うかもしれませんけど、当時やっぱりアメリカのロボットの最先端っていうのは犬型で機関銃ついてるんですよね。軍事なんですよ。だから人間の代わりに戦闘する戦闘ロボットですね。だからロボットなんかチャペックのロボットもまた違うかもしれませんけど、やっぱりちょっと発想がこんな違うんだと思って、一人暮らしの老人に寄り添うロボット、ペット型ロボットをね作ってる国と、四つ足歩行のお尻にマシンガン積んでるロボット、そこいやここまで違うのかっていうね。まあソニーのアイボにマシンガンつけようと思いませんよね。いや日本人はね思わないんですよね。だから今ロボットのね最先端の国はどう見ても中国ですからね。で今マラソン大会とかボクシング大会とかね、ネットではあれが倒れてボカーンって壊れるのを見てね嘲笑してる人いますけど、あれ相当な技術力ですよ。ですよね。42.195 を2速で走ったり、そういうのでものすごい勢いで進んで、まあ人型ロボットを作ってるんであれですけどもね、その変な国家間競争の方に入ってくると、もう止まらないと思います。まあ、今ふと思ったのは去年の大阪万博、で大阪大学の石黒教授がマツコ・デラックスロボットとかっていうのが展示されてるんですけど、ありましたね。これ日本人の感覚ってこうなのかなと思いながら、もうネットなんかではねいろんなアメリカのボストンダイナミックスのああいうロボットとか、中国のロボットなんかこう知識としてあるわけじゃないですか、映像とか見て。でもここには実際に我々がすぐ日本人の僕が見れる万博というその世界の、ね、に向けてこう発信する場でね、マツコ・デラックスロボットがこうなんかぎこちない動きで喋ってるのを見てると、日本のその技術的に云々よりもこれ日本人の感覚としてこれがやっぱりロボットっていうものなのかなって思った。いや僕はそこは嫌いじゃないですよ、全然嫌いじゃなくて、世界がそうなればいいなとぐらい思ってるんですけどね、むしろそのね軍事的に人間の代わりに戦闘するロボットばかりになってしまうような危惧があるんで、ちょっとマツコ・デラックスちょっとイメージがね強すぎるんであれですけどもロボットっていうのは人間社会でどういう存在に
なってほしいかっていうと、なんか日本で作ってるものの方がいいなというふうに率直に思いますし、そのためにはどういう発言をね、していくべきかとかね、それを考えた方がいいと思うんですよ。これはだからあんまり強引にはちょっと結びつけたくはないですが、やっぱり核兵器の時の同じようなその競争による暴走っていうもの、ですからそういった方向に新しいこの技術、科学技術が向かわないようにっていうのを、これはかなり必死になって、言っていかないといけないかなと思います、各国でね。そっちへ行ってはもうね、せっかくの人間、もともとは人間が作り上げた英知から生まれたもんですからね。ですから前回の話とちょっと今回ちょっと哲学的と言いましたけど、やっぱり結局は人間がどう使うかっていうところであって、あまりなんか暴走する AI のせいにするんではなくて、結局人間が作り出したもんですからね。ですから人間の制御、こっちが大事なんじゃないかな。人間の制御、理性持ってるからとかね、ロボット持ってないからとかね、考えてしまいがちですけど、やっぱり人間の理性が足りないようなところが問題。ロボットに何か理性を持たせるよりも、それを作った側の人間がちゃんと理性を働かせないといけないという、それをなんか鏡で見ているような気になってきましたですが、皆さんいかがでしょうか。いい落としどころですね。いやでもちょっと考えましょうね、この辺はね、しっかりね。今日はちょっと AI のシンギュラリティをちょっと哲学的に、心情的なところも入れて考えてみました。キャシャンでした。ありがとうございました。ありがとうございました。キャシャンがやらねば誰がやるってということで、決め言葉が最後。